日本中が熱狂した魂の傑作漫画、完全実写映画化。Stage representing Japan, Yuzuru Hanyu. The two-time Olympic champ, the two-time world champion. He won 4 straight Grand Prix finals. So strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. That is everything you could ever want. The complete package. He balances the artistic score and the technical score like no one I've ever seen. The best ever. He has the jumps. He has those quads. He has the performance ability. It was perfection. Is he beatable by anyone? しかしその限界をさらに破ったのがネイサン・チェン。 Hanyu gave every ounce of everything he had, but Nathan Chen has come out here and he has taken it to another level. He has just blown this out of the park. Wow. That was fire. Look at that, 224.92. Witnessing history here, Nathan Chen. しかし中でも特別な存在がネイサン・チェン選手です。ネイサン・チェンありがとうっていう気持ちになりますが日本中が熱狂した魂の傑作漫画。ふざけんなよ、勝ってこいよ。 Nathan Chen is still the quad king. Here's when Nathan Chen won, and now they go head to head. 羽生結弦は今回最高難度の4回転ルッツを2年ぶりに解禁。素晴らしいですね。初めて出会ったんです。倒したい男に。俺以上にこだわってるからじゃないですか。お前は明日に向かって死に物狂いで戦って涙橋を逆に渡れ。決着はリングの上だ。明日のためにその1、やや内角を狙いえぐり込むように打つべし。4回転ジャンプを次々と成功させていきます。なんと自身初となる4種類の4回転を5本。持てる武器を全て出し切りました。変えられないものだ。宿命はネイサン・チェン、羽生と同様4種類の4回転を5本完璧に決め、世界最高得点での金メダルを手にしました。 Breaking records, setting standards, changing his sport, the real Nathan Chen. ネイサン・チェン選手は今羽生さんに何を今回メッセージとして伝えたと思われます？ここまだ限界じゃないよっていう感じですかね。僕がシニアにデビューした頃は4回転トーループがフリーで1本入ったらもうほぼ上位ですよね。I found something at home this week that I laughed at, and I thought I'm going to bring that in. I thought to myself, look at that, I did one and done. One quad and you win. Not like that anymore. そういう環境だったんですよ、ずっと。で、そこからソチオリンピックに向けてパトリック・チャンをどうしてもみんなで倒さなきゃいけないってなった時にやっぱ4回転2本必要になったんですよ。そこが僕たちの頭の中で限界だったんですよ。2013年のグランプリファイナル、羽生は当時の限界だった2本の4回転に挑み、世界王者パトリック・チャン超えを果たしました。その後オリンピックでも金メダル。すると今度は世界が羽生超えを目指すようになっていきます。羽生も追い抜かれまいとより難度の高い4回転ジャンプに挑み、飛ぶ本数も増やし限界を引き上げていきました。この時からしばらく羽生一強の時代が続きます。The heavy hitters nowadays, they can't afford to make any mistakes because those young guys with the 6 quads, they're right behind them. Who knows? This is the quad loop. This is his answer
to those young guys. Oh, right over the right side on that landing. So soft on the landing too. 自分がノーミスしたら絶対勝てるっていう確固たる自信みたいなものもあって、現実的にもそうなってたんで、その頃からちょっとなんかあんまり相手と戦わなくなったなって思うんですよ。常になんか自分の固定された自分の理想像と戦い続けてたんですけど、戦う相手は自分の理想像。それは孤独な日々でもありました。その状態がなんかずっと続いてる感じです。なんか久しぶりに、なんかノーミスしなくていいんだよって思えて、いつもなんかすごくノーミスしなきゃいけない怖さにすごい駆られてて、でもノーミスしないと勝てないのは分かってますし、誰よりも勝ちたいってすごく思ってるので、大切だとは思うんですけど、この構成でやって、ノーミスできる可能性、クリーンなノーミスできる可能性なんて本当に1割も満たないだろうという中だったんで、なんか思い切ってできました。なんか本当に小学生の頃みたいになんかミスしてもいいやって思って、ただ見て俺こんなにできるようになったよって、こんなにできたよっていうところを見せたいなっていう、なんか無邪気な心がすごい気合は入ってたんですけど、心の中ではなんか俺は王者だからとかそういうのは全くなかったですね。なんかあまりずっと言うんですけど、この試合を楽しむってことは本当に好きじゃないんですけど、僕は他の選手にとても失礼なので、だけどスケートが楽しかったです。I've never seen a greater champion for figure skating that will continue to push themselves no matter what. He couldn't care less that he's a double Olympic champion. He still wants to make himself better, and I found him so inspiring. He fought so hard, and I haven't seen him fight like this, but now he's got Nathan Chen. ネイサン・チェンがもっともっとこう羽生さん自身の考え方とか魂といい意味で揺さぶりてるのかなって感じてるんですが、どうでしょうか。でも彼がやっぱりこうやっていろんなものを突きつけてくれるからこそ、僕もやっぱりやらなきゃって気がついて、多分普通だったらもう限界だなって思ってやめてるようなところを無理やり多分やってると思うんですよね。なんか僕は勝手にスケート人生がこれで伸びたなんて思っちゃってるんですよネイサン・チェンの来たことによってでしょ。そうですね、彼がいなかったらやめてますね、僕は。ネイサン・チェンありがとうっていう気持ちになりますか。彼いなかったら順位的にですけど1個上がるわけなんで、世界選手権取れてるんですけど、もしかしたら尽きてたんじゃないかな、自分のかっこいい。そうルッツ飛ぼう、かっこいいな。アクセルも飛ぼう、練習しよう。今だからろうそくの一番下のろうそくって一番下が一番燃えるんですよ。でもなんかそこに油を注がれた感じですけど譲る気まだやるよみたいな。When we're young, we're innocently brave, and we fearlessly dream about what our lives might be like. Live big, and try to let your courage outweigh your fear. You never know where it might take you. Thank you. 譲るキャンドルに火がついたってことです。ただそれが燃え尽きた後がちょっと怖いなとは思うんですけど、本当に明日のジョーみたいになってます。矢吹君は寂しくないの？同じ年頃の若者が街に海に山に青春を謳歌しているというのに、矢吹君と来たら来る日も来る日も汗とワセリンと松ヤニの匂いが漂う薄暗いジムに閉じこもって縄跳びをしたり柔軟体操をしたりサンドバッグを叩いたり、たまに明るいところへ出るかと思えば、そこは眩しいほどの照明に照らされたリングという檻の中、そこではまるで刀剣のように血だらけになって殴り合うだけの生活なのに、まだ体はどんどん大きく伸びようとしているのに、食べたいものも食べず飲みたいものも飲まず、惨めだわ、悲惨だわ。青春と呼ぶにはあまりにも暗すぎるわ。のりちゃん、さっき俺ちょっと言葉が足りなかったのかもしれねえな。
俺は負い目や義理だけでボクシングやってるわけじゃねえんだ。ボクシングってやつが好きだからやってきたんだ。のりちゃんの言う青春を謳歌するってこととはちょいと違うかもしれねえが、俺は俺なりに今まで燃えるような充実感を何度も味わってきたよ。ブスブスとそこらにある見てくれだけの不完全燃焼とはわけが違う。ほんの瞬間にせよ眩しいほどに真っ赤に燃え上がるんだ。そして後には真っ白な灰だけが残る。燃えかすなんか残りゃしない。真っ白な灰だけだ。灰だけだ。燃えたよ。燃え尽きた。真っ白にな。ちょっとすみません、それが絵になるからやめてください。